今日のテーマとしては、人物写真ですね。自分はポートレートとか、人物写真専門なので、今日のテーマは人物写真をうまく撮るコツ、いくつね、皆さんとシェアしたいと思います。ポートレートとか結構皆さん誤解されるので、ポートレートは柔らかい自然光で女の子の写真、ポートレートみたいな感じで、それ誤解されないように人物写真、はい。ちゃんとした人物写真のうまく撮るコツを、今日いろいろですね、自分を経験したところをシェアしたいと思います。はい。うまくというのは、いわゆる、今までこういう私言ってるところをもし取り入れたら、自分の今よりですね、今の自分よりうまく撮れるかなっていうところも、あります。まず、人物写真というのは、人物写真ですね。人物入る写真。人物がメインになってる写真ですね。はい。写真の中で人物は 1% しか、面積がないんであれば、人物写真は、じゃないっていう感じですね。人物メインに撮ってる写真。どうやってうまく撮るか、これから説明したいと思います。今まで皆さんね、いろいろ聞いたり、本とか、YouTube の動画とか、そういうね、先生たちは私は結構辛口ですね。毒舌軽口行くので、先生たちの話で、よくある人物写真とか、よくあるポートレート写真に、こうしたら、ちょっと写真ですね、まずうまく撮るというか、ダサくなってるっていうところの落とし穴、もうちょっとですね、皆さんに説明したいと思います。こういうところで当てはまったら、まずね、今の写真は、どっか問題ある。あるいは改善点がある。もしくは、もうすでにダサくなってる可能性ある。で、皆さん心強くですね、皆さん心強く準備してみてください。多くの方は、スタジオというより、外を撮る方が多いし、そこは含めてですね、スタジオとか外とかですね、それ含めて、以下のことをですね、まず以下のことを、もし当てはまったら、もうあなたの写真ですね、ダサくなるっていう感じです。まず一つ目、小道具頼りすぎ。こういうことを言ったらね、結構多いじゃないですか。はい。シャボン玉。はい。風船。花、いろいろ反射とか水とか、そういう透けてるものとか、いろいろあるじゃないですか。小道具頼りすぎた写真は、うまく撮れたというより、ちゃんと写真してる方は、こういう写真見たら、なるほどねっていうことになっちゃうので、なぜなら人物写真じゃないですか。で、この小道具がなかったら、人物写真は成り立たないんですかということですね。結局ね、人物写真撮りたい。でも、なんとか足りない。なんだか物足りないな。じゃあ、シャボン玉使います。風船使います。花使います。こういう道具だ。ポカリスエット。はい。結構多いじゃないですか。ね、そういうのはね、もう一発でバレてる。いわゆる人物でちゃんと収めれないから、物を足してなんとかごませたい感じですね。なんとかいわゆる映える写真を撮りたい。みたいな感じはもうすぐやめた方がいいんです。すぐやめましょう。2番目。これもですね、当てはまったらですね、もう写真がダサくなってる。っていう2番目は、ロケ地に意識しすぎ。ロケ地。はい。よくね、どこで撮りますかとかですね。今の写真の場所はどこですかとか、いいロケ地ありますかというか、撮影場所ですね。いいロケ地ありますかというのは、ロケ地ですね。意識しすぎ。特に、なんとか風景入れるとか、有名な観光地とか入れるとかですね。そういうのはね、良くないんですよ。例えば東京タワーとか、スカイツリーとか、富士山とか、そういうのはね、背景入れる。わざわざ背景入れるっていうのは、あまり良くない。どっちか主役になるか。結局、被写体じゃないですか。人物じゃないですか。人物被写体になるのに、背景こだわりっていうのは、まだまだじゃないですか。まず人物をうまく撮れたら、他のところでいろいろ工夫した方がいいじゃないですか。ということですね。だから、どこで撮るっていうより、今日誰を撮るっていうのも、何を撮るっていうのは、ちゃんと意識した方がいいかなっていう感じですね。大丈夫ですよ。皆さん待ってくださいね。後でどうやってうまく撮るのはコツ出すので、まずね、今までの自分の写真が、もし私は今までですね、ってることをもし当てはまったらですね、もうやばいですよ。で、3番目。変にストロボフラッシュ使う。よくあるんですよ。はい。特にね、初心者とか、これから写真勉強したい方とか、誰かの YouTube、誰かの本とか見たら、この先生はオフカメラとか、ストロボフラッシュ使ってます。ソフトボックスとか、傘とか、いろいろ、アクセサリー多いじゃないですか。はい。で、そういうのはね、フラッシュ使ったら、なんかうまそうに見えるとか、なんか写真がちょっと違うとか、そういう勘違いされて、何でもかんでも、フラッシュ。で、結局ね、何が言いたいというのは、毎回ね、機材が多めに持っていくじゃないですか。ロケ地でもスタジオでも。そうするとね、機材ばっかり意識するんですよ。今日は絶対ストロボ使う。じゃあ、なんとか。
で、そうするとね、ストロボのテストが一回決まらなかったら、何回もやる。で、結局ね、モデルさんは、今回のカメラマン何してる？写真撮る？ライティングのテストみたいな感じになるので、もう撮る気持ちがなくなるんですよ。はい。結局ね、自分のストロボを練習だったらいいんですけど、ストロボの練習を兼ねて作品も撮るっていうのはもうもったいないんですよ。はい。時間とお金もったいないです。結局ね、出てる写真は、今回ストロボをよく使ったという、それぐらいしかないので、しょうもなくんですね。しょうもないのから、やらない方がいいと思います。で、次。カメラの機材とかですね、強調しすぎる。はい。そこが撮った後の話なんですけど、撮り終わったら、写真、皆さん、SNS でアップするじゃないですか。私は SNS にアップするのはあまり賛成しないですけど、そこは別の話ですけど、SNS 皆さんね、撮ってきたらですね、いろいろ編集して、いろいろ仕上がりして、SNS にアップしたいんですね。で、アップしたら、この写真は、カメラはこれ、レンズはこれ、フィルターはこれ、ストロボはこれ、三脚はこれ、何これ。はい。一生懸命ですね、何を使ってこの写真撮ってるのは説明してる感じです。再生回数というか、よく見られる、検索がかかってる、キーワードを入れるっていうのは気持ちはわかるんですけど、そればっかり書くとですね、もう、なんていうか、写真見せるというか、自分のせっかく考えたもので、写真を通してメッセージを出すための行為でもうなくなるんですよ。いわゆる、機材系の、PR してる感じですね。あるいは、これはライカ撮ってます。はい。これは1億画像数撮ってますっていう言ってる人はもう、よっぽど自分の写真に相当自信ない人ですね。はい。自信ある人は別にこれが言わなくてもいいじゃないですか。写真を見て、結果を見てから、皆さん見てから感動するかどうか判断すればいいじゃないですか。はい。これが多分ネタがなかったら、1億画像数。ライカ撮ってるんだ。ライカどうやって撮るのみたいな感じですね。機材とかですね。結局ね、自分の写真が弱くなる、あるいは自信ない証拠になっちゃうので、皆さんね、もし今までやってるんであれば、それでいいんですけど、これからやらないでください。はい。これからね、やらないでください。次。変にグラデーションとか意識する。そこは少しね、わかりづらいんですけど、例えば光のグラデーションとかあるじゃないですか。色のグラデーションあるじゃないですか。写真のグラデーションとかあるじゃないですか。ね、結構ね、これは今回はこのグラデーション長辺が結構、うまくなるとかですね。皆さん見てですね、この滑らかの感じとか、そういろいろ説明する人がいるんですよ。はい。先生たちとか YouTuber さんたちとですね、結構こういうところをですね、拡大してるの強調して、皆さんにごまかせてる人が結構多いので、こういうのはね、あんまりもう私もお勧めしません。なぜなら、写真というのは全体で見るものなので、写真というのは、部分のグラデーションとかですね、これ気にする人ですね、さっき言った、機材と強調すると一緒なので、自分の写真を呼ぶと自信がない。っていう証拠になっちゃうから、それもですね、やらないでください。で、もう一点ね、これを当てはまったら、まずね、自分の人物写真、ダサくなる理由としてのもう一点は、背景のボケを意識しすぎ。いいですか？はい。これは多分一番刺さってると思います。人物の写真はとりあえず開放で撮るっていうのは、YouTube とか本とか先生たちとかですね、よーく言ってますよ。はい。これね、イージーモードになる。イージーモード。開放できるレンズも買って開放すれば誰も撮れるじゃないですか。何もハードルもないし、結局ね、背景ぼかしすぎたら、例えば自然光で撮るじゃないですか。外で行って自然光で撮る。でせっかく自然光で撮る、外の自然の環境で撮るのに、後ろ全部ぼかしたら、なぜ外で行くのっていうことですね。もう普通の白壁で撮るじゃない、撮った方がいいじゃないですか。別に後ろ全部ボケちゃうので、ボケるというのは、立体感を削るという一緒ですよ。実は。めちゃめちゃ立体感あるねっていうことは、それは初心者の見方ですよ。本当写真分かってる人は、ボケるというのは立体感削るんですよ。あとは情報削る。はい。いわゆるいらないものは全部平面にバーンってボケるじゃないですか。いわゆる私から見るとですね、イージーモード。それは皆さんこれを必ずね、レンズで開放で人物撮るっていうのは正解を持ってるんであれば、もう病気になってる。もうそれぐらいの重さの話ですよ。もうすでに病気になってる皆さんが多いんです。はい、多いんです。ボケないんで、後ろの背景をちゃんと利用して、写真が感動できるかどうか、いい写真になれるかどうかというのは、
カメラマンの腕見せですよ。今世の中の先生どれぐらいひどいかわかります？ボケ。ボケだったら教える必要ないんですよ。開放できるレンズで開放したら誰でもできる。でそういう言ってることの先生の話はもう聞かない方がいいと思います。これぐらいの重さの話です。今の話納得します？なぜああいう先生たちがボケ意識皆さんにさせるというのは理由2つ。1つはイージーモードだから。説明しなくても皆さん分かりやすい。教える必要ないんです。もう一つは、レンズの PR やりたいだけ。で、後ろね、レンズのメーカーから依頼されて、これを一生懸命アピールしてですね、リンクでレンズ買ってきたら自分でマージンがもらえるだけ。わかりますか？で、こういう話ね、皆さん、他のところ聞けないんですよ。だから、情報削り。ボケは立体感を足すじゃなくて、立体感を削るんですよ。今ね、6点ですね。小道具頼りすぎ、風景とか、観光地使う、変にストロボ使う、カメラ機材を強調する、カメラの、写真のグラデーションを部分に強調する、あと、背景ぼかしすぎというのは当てはまったら、今の人物の、今の写真ですね。人物だけじゃなくて、今皆さん撮ってる写真はすでに初心者っぽい、ダサくなる可能性がでかいです。で、これからね、写真上手くなるコツが紹介するので、人物写真をうまく撮るコツをこれからもう6点ですね。6点を紹介したいと思います。私の公式 LINE まだ登録していない方はすぐ登録してください。公式 LINE。公式 LINE 登録したら無料の動画ですね。20本か30分ぐらいですね。結構多いので、まず無料の動画ですね。マインドセットとか、カメラマンどうやっていくかというのは全部あるので、受け取ってください。で、受け取ったら無料の動画とかボタンあるので、押したらリンクが出てくるので、まずね、皆さんね、公式 LINE 登録してみてください。ちゃんと勉強したい。ちゃんと今までの思ってる内容を確かめたい。ちゃんと写真で稼ぎたい。ちゃんと本当のスタジオ撮影、ライティングの話を聞きたい方は、私のライティングコース、内容を見てみてください。今月1月はすべて満員なので、2月はまだチャンスあります。で、連チャンもあるので、遠方の方も来やすい。で、3月、4月の日程も出てるので、私の投稿とかプロフィールリンクですね、内容一回チェックしてみてください。いいですか？人物写真のうまく撮るコツ、言ってきますよ。